はい、ユムルタです。今回はハウライトを覆輪止めで留めるより線リングの作り方の解説じゃな。フィリグリーとかのリングのちょっと一歩手前ぐらいな感じじゃ。使用する材料は 1mm 厚の真鍮板と今映っている真鍮線、金属の棒ね。真鍮の棒 1mm の太さのものを用意しましょう。だいたいね、これホームセンターで売ってるから。彫金の専門店、シーホースさんとかでも売ってるし、アマゾンとか通販でも普通に買えるんでね、ちょっと探してみてください。探してみてちょうどいいのあったら概要欄にリンクを貼っておきます。で、覆輪の筒状になるところは 0.6mm 厚の真鍮板を使いますよと。それと、今回の動画が良かったよと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますね。モチベーションになるんでね、お願いします。はい。では最初は真鍮線を生していきます。生すというのは、カンカンに熱した後、水とかに入れて急冷することで加工しやすい硬さにする作業のことじゃな。で、1mm の太さの真鍮線だと、極端なこと言うとね、パワーでなんとかなるよっていう太さではあるんだけれども、生した方がやりやすいっていうのはもう間違いないんで、やりすぎない程度に、赤くなる程度にね、熱して、急冷して、加工しやすい硬さにしましょう。生し終わったら、彫刻台などで固定してねじっていきます。で、今回はね、2本のものをこう1本により合わせる感じでやっているんだけれども、前回のより線リングの時のように2つ折りにしてねじる方法でも全く問題ないので、例えば彫刻台持ってないよっていう方は前回の動画を参考にしてみてください。S 字フックあればできるやり方紹介してるんでね。で、ねじり終わったら端をカットします。で、この後、ロー付けとかするんでね、カットしてるんだけど、どうしてもカットしなきゃいけないっていうわけではない。で、今回は、固定するためにねじった後の状態でロー付けをします。ここでロー付けをしたくないよっていう方は、ギッチギチにねじっておくと、いいと思う。今回はね、こうねじった真鍮線を後でこうグニグニ曲げるんでね、成形プライヤーとかヤポーツとか硬い鉄の棒を使って成形するんだったらそんなにしなくてもいいんだけれども、今回できるだけペンチ1本、2本とかでね、できるような方法ということで紹介しているので、このグニグニやってる過程で、ねじりが緩んでしまう可能性があるので、今回はここでロー付けを1回やりますよと。では続いて覆輪作りじゃな。まずは石のサイズに合わせてこの底の部分になる板を切り出さないといけないので、石を置いてその周りを縫い針などでこうガリガリとね印をつけて切る目安、下書きをしていきましょう。切るときは下書きにぴったりで切るっていうのはあんましない方がいいんじゃないかなとわしは考えておる。大まかに切ってまずヤスリがけでね、サイズ合わせていけばいいから。で、このようにヤスリがけをしてサイズを合わせていきましょう。前回の覆輪作りの動画のように、底板を切り出したら、その板のサイズに合わせて筒状になる金属部分を切り出していきます。で、今回は 0.6mm の厚みの真鍮板を使うので、前回は 0.3 だったんでその倍じゃな。なので、ちょっとね、糸の子とかで切った方がいいとは思う。一応ホームセンターで売っているような、安価な金切りバサミでも切れるよということで、切ってみてはいるんだけれども、ちょっと硬いので、ちゃんとした2万円ぐらいしたね、金切りバサミでなければ、糸の子で切ることをお勧めします。グリッドを切り損ねた時にね、指とか切っちゃったりする可能性があるので気をつけてください。で、前回の 0.3mm とは違って、ちょっと硬いので、そのままだと。なので、一回生します。
生し終わったら底板に合わせて板をやっと粉などを使ってぐりぐりと丸めていきます。で、今回ね、幅広く切っているんだけれども、幅広い板になると当然だけど丸めにくくなる。単純に硬くなるからね。なので、ちょっと、やばい、やってて、なんか、ちょっと大きすぎたな。とかってなった時は、このぐらいでね、一回丸めたとしても、もう一回切り直すというか、作業しやすい大きさにカットし直すっていうのがおすすめじゃな。板を底板に合わせて丸めて、ここぐらいかなというところで、印をつけます。で、印をつけたところを目安にカットするということじゃな。カットが終わったらロー付けをする。前回の 0.3 ミリと違って 0.6 ぐらいあればね、切れ目を上に向けて熱したところで途中で変形したりはしないので、この向きでやっても問題ないと思う。とはいえやりすぎちゃったら変形するんでね、そこら辺は気をつけてもらえばいいんじゃないかな。ロー付けをしたら、もう一度ね、覆輪をこの底板の合う形に戻して、で、底板をはめてロー付けをして、覆輪を完成させましょう。今回は覆輪の表側と裏側両方からロー付けをします。で、使用するのは5ブロー。実際この厚みだったら、片っぽからやればいいんだけれども、念のため解説しておきます。表側からロー付けしたとき、ガーッと熱してね、なかなか溶けないなってなったときは、ちょっとね、持ち上げてあげると結構さっと溶けるんで、上からね、溶けないからって無理やりやってると、覆輪自体が溶けちゃうんで気をつけてください。で、続いて裏側からもロー付けをします。フラックスはね、たっぷり塗りましょう。ケチるメリットって1個もないんで、フラックスはたっぷり塗ることをお勧めします。毎回、説明してますが、使う前にちゃんとね、かき混ぜてから使いましょう。毎回見てくれてる方はね、しつこいと思うかもしれないが、この動画がうちの動画の一発目だよっていう人もいると思うので、念のため言っておきます。ロー付けが終わったら裏面を耐水ペーパーを使って慣らしていきます。で、これね、あんまやりすぎると、なんかちょっと傾いちゃったりするんでね、特に今映ってる耐水ペーパー結構目が粗いんで、ちょいちょい確認しながらやったらいいんじゃないかなと。だんだんね、番手を上げつつやって、綺麗に整えるようにすることをお勧めします。次に覆輪の高さを合わせるために切ります。で、切るときは当然ね、印をつけた方がいいんで、ちょっと見づらいかもしれないけれど、こういう感じで、印をつけて、それを目安にカットしていくよという感じじゃな。で、覆輪の厚みが薄くてサイズが大きければね、金切りバサミでチョキチョキと刃先突っ込んで切ることもできるんだけれども、今回ちょっとちっちゃいんで厳しいんでね、糸のこで切っていきます。で、石が止まる高さギリッギリで切ったりすると、後で整えるときにね、ものすごく細心の注意払わなきゃいけなくなるんで、多少余裕を持って切っておくと後の作業が楽になります。で、今回、ちょっとロールサンダーでガーッとね、まとめてやっちゃってるけれども、ここら辺は手持ちの耐水ペーパーとかスポンジ研磨剤でも大丈夫。では、指輪側じゃな。ほどほどのね、長さにカットして、指輪にしていきます。で、今回は大きい輪っかを1個作って、その後、サイズ棒に合わせます。で、こういったねじったものをロー付けするときはね、縦にスパッと切るんじゃなくて、縄のねじりに合わせて斜めにカットして、それを合わせてロー付けすると、ロー付けした場所が分かりにくくなるのでおすすめじゃな。はい。では、ロー付けが終わったら、これをぐーっと引っ張ってね、あとはやっとことかでグニグニと曲げて、指輪の形にしていきます。で、さっきも言った通り、成形プライヤーとか、あとは
鉄の棒ね、エアボーズってさっき言ったんだけれども、そういったものをこう両方に通してね、ギューって引っ張ったりするといい感じになるんだけれども、そうすると今回ね、使う工具が多くなりすぎるんで、こんな感じにしてます。で、大体の形に整えることができたら、サイズ棒に合わせて曲げていきましょう。で、この後の作業でも結構グニグニ曲げるんで、この時点でぴったりまっすぐにとか、そんなことをする必要はないね。で、ゴムハンマーで叩いて、リング状に曲げていきましょう。ロー付けする前に、ロー付けする場所ね。せっかく縄の模様ついてるのにもったいないって思う方いるかもしれないけど、とりあえず難易度を下げるっていう意味で、ここはね、ヤスリ掛けしてぴったりと合うようにしておくと簡単。なんでかっていうと、この縄のね、縄目のところに毛管現象でロー付けの時にローが吸い込まれていってしまう可能性が高いので、接地面を大きくしておくと簡単だよっていうことじゃな。はい。では、リング状にするロー付けじゃな。金属線の先端にフラックスをつけて、それでゴブローのかけらを拾って、ちょっぴり溶かして、リングを熱して、ロー付けするタイミングで刺す。言ったら刺しローみたいな感じで使ったらやりやすいよっていうのを過去に解説しているので、やり方どうやるんだろうなって思った方は過去のロー付けの動画を見てみたらいいんじゃないかな。そして高評価を押してください。最後に複輪と指輪をロー付けします。で、このロー付けの作業は先ほど見せたように、差しローみたいな感じでやるのが多分一番簡単だとわしは考えておる。複輪を下にしたりとかね、その複輪がどのぐらいのサイズか、例えば複輪の厚み自体が厚かったり、もっと頑丈な作りだったりしたら、複輪を下にして、その上にリングを乗っけてロー付けする。とかいうのもできるんだけれども、今回はね、それをやると多分変形してしまうので、横にした状態で挟み込んでロー付けをしています。最後にハウライトを石止めしていく。で、0.6 ぐらいだと、先端の方ね、薄く削るので、複輪の上の方ね。なので、手押しのものでもちゃんと止まる。あんまりやりすぎるとね、変な風になってしまうので、形を見ながら、あっち向けて押して、こっち向けて押してっていうのを、対角線上に押して止めていけば、綺麗に止まると思う。では、石止めが終わったら、最後にリューターを使って研磨していきます。で、研磨の時はね、青棒とか、使った方がおすすめではあるけど、研磨剤は結構いろいろあるんでね、多分もうこの動画を見ている方ですでに持っているっていう方もいらっしゃると思う。青棒以外ね。例えばテリーナとか白棒とか赤棒とか持ってるよっていう方いると思うんで、とりあえずね、今手持ちのもの、で試してみるといいんじゃなかろうか。で、何も持ってないよっていう方はね、とりあえず青棒、今画面に映ってるこの緑色の棒ね、これ青棒っていうんだけれども、これを使って磨くことをお勧めします。もしくは、研磨剤の粉とか気になる方だったら、多少ね、先端工具にお金出してもいいよっていう方は、スパイラルホイール。商品名では研磨ディスクっていう名前だったりもするけど、そういったものを使うことをお勧めします。はい、これで完成じゃな。では、今回の動画が参考になったよ、興味深かったよという方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。で、途中でね、ロー付けいっぱいやってるんで、やる方、くれぐれも火事にはお気をつけください。では、健康第一、安全第一じゃな。では、イムルタでした。またな。